こんばんは。はるです。今回は FC プロオープンウィーク3で使われていた選手たちを紹介していきたいなと思います。先日、ウィーク3グループ C の戦いが行われたんですけれども、そちらのスカットの条件としては、900万コイン以内でアイコン選手のみという、一気にね、ウィーク1、ウィーク2とはガラッと変わった、スカットの条件になりました。なので、これによって、スカット制限がある中ではありますけれども、アイコン選手の中でですね、どういう選手が使われているのかっていうところ、メタ選手がわかるんじゃないかなというふうに思います。で、それでは早速紹介をしていきます。こちらが FC プロオープンウィーク3で使われていた選手たちになります。まずはキーパーシュマイケルですね。シュマイケルが非常に多かったかなというふうに思いますけど、誤差ですね。後からまたついで使われていた選手たち、紹介をするんですけれども、まずはシュマイケルは普通に使われてました。で、右サイドバック、カフーですね。カフー自体はやっぱり100万以上、するサイドバックにはなるんで、みんながみんなね、使っていたってわけではないんですけれども、100万かけてもいいぐらいの強さっていうのはあるということで、スカートに入れていた人もね、多く、いました。めちゃくちゃね、見てて強かったですね。で、そしてセンターバック2人ですね。サンダーストラックアイコンのキャンベル、そしてブランですね。この2名、になります。特にですね、やっぱりブランは非常に多かったですね。ほぼほぼブランは使われていて、ブランと誰かみたいな、っていう風なところが多くって、多かったのがキャンベルかなと、いう風に思います。キャンベルの方は誤差かもしれないですけど、ブランは結構7割、8割ぐらいの使用率っていうのはありましたね。で、そしてサイドバック、左サイドバックがザンブロットですね。ここは結構本当にこの人も使用率は高くって、ほぼ 100% と言っていいぐらいの使用率だったと思います。一応ね、右利きかな？右利きですよね、多分ね。なんですけど、やっぱり逆足が5という風な、部分で、左のサイドバックも任せれるという、そういう風なね、選手には、なりますね。本当に両サイドバックできる有能なね、サイドバックにはなるので、使われる理由もわかるなと思いますね。で、そして 3CM ですね、澤穂希、そしてボビー・チャールトン、そしてアビリー、この3名、ですね。どれも非常に値段が高い選手で、特にチャールトンなんかはね、かなり数百万する、選手にはなるので、ここにガッと使っていた、そういう選手もいましたね。チャールトンは非常に多かったですし、前線のチャンスメイク、かつフィニッシャーとして、活躍をしていた選手になりますね。で、一応パワーシュートついてますけど、パワーシュート打ってた人っていうのはそこまでいなくって、やっぱドリブルの軽さと速さっていう風な、部分、さらに逆足が5という、スキルこそないですけれども、テクニカルとかコントロールスメートに持っていけるし、本当にチャンスメーカーとしてパスもね、うまかったりするんで、何でもできるという、そういう選手に、なってましたね。で、CM2 枚、アビリー・サワさん。この2人もですね、非常に使用率は高かったです。特に、澤穂希。本当に多かった。みんながみんな使っていたって言ってもいいぐらい、この人も使用率7割、8割ぐらいはね、誇ってました。やっぱ世界大会でアイコン限定とか900万以内っていう制限はあるものの、日本人がね、こうやって本当に世界のトップランカーが使っているってことはこれまでなかったんで、そういう風な意味でも、本当に改めて澤穂希すごいなと、いう風に思いました。で、かつ普通に活躍をしてました。アシストとかバンバン決めてたし、点を決めていた試合もあったので、改めてやっぱ素晴らしい、値段が張るだけのね、価値はあるなという風に思いましたね。で、アビリーなんかもよく使われて、ました。こちらも女子選手として今作ね、新しく追加をされたアイコンの選手にはなるんですけれども、44あって、決定力もね、ある程度あって、ドリブルもね、ある程度は軽くってパスうまいっていう選手なんで、中盤としては普通に強い選手になりますね。やっぱ 3CM のね、フォメを使うことが多い中で、こういう攻撃も守備もできるっていう、選手が一人いるのは大きいなと、いうふうに思いますね。で、3トップですね、ジャイル・ジーニョ、エウゼビオ、リベリ、この3名が非常に多かったなと思います。みんな、やっぱりみんな、
全部使えるってわけじゃないんで、これ多分全員でやったら900万超えるんで、ベンチとか回したら。なんで、それぞれつまんでっていう、そういう感じですね。ジャイルなんかは、そこまでいなかったんですけど、ただ、右ウィングの中では使用率はまだあったかなと、いうふうに思いますね。一番多分右ウィングが結構人によるというか、ジャイルの時もあれば、これから紹介する選手の時もあれば、みたいな、感じですね。ジャイルも非常に値段が張る選手にはなるので、この人を1人入れてしまうと、ちょっとスカットのね、900万っていう制限を、ちょっとやばくなってしまうっていう感じになるんで、ただ、やっぱり実力は、とんでもないですね。グループ C を1位、今現状1位で、折り返した、人なんかはこの人を使って、ましたし、本当にこう前線の選手としてスキルも5でドリブルも軽くてシュートも打てる、パスも出せるっていう選手なんで、本当に素晴らしいなというふうに思いますね。で、逆サイドですね。リベリーが非常に多かったです。右サイドとは打って変わって、左は結構リベリーの使用率が高かったかなというふうに思います。やっぱり5-5で今作新しく追加をされて、能力自体は88でちょっと弱そうに見えるんですけど、全然そんなことは、ないですね。世界大会でも活躍をしていた選手になります。で、そして ST エウゼビオですね。エウゼも非常に、使用率が高かった選手かなと、思いますね。やっぱりエウゼをフィニッシャーとして、使用をしている人が多くてですね、エウゼの決定力っていうのはやっぱすごかったですね。もう1対1外さないし、かつラピッドのプラスがね、ついてるんで、チャンスメイクというか、自分でスピードで運んでいって、最後パスみたいなこともね、出せる。そういうスピードの部分でも、相手に、ね、ちょっと威圧感与えるというか、怖さを与えれる選手にはなるので、本当に素晴らしかったですね。やっぱこういうのもね、スキル5ないんだけれども、その決定力っていうの部分で勝利に貢献をしていた、そんな選手になります。で、そして、ついで使われていた選手たちを紹介していきます。まずはキーパー、シュマイケルじゃなくて、チェフですね。ここはもう本当に人によるかな。5人プレイヤーがいたんですけど、多分3人はシュマイケル、2人はチェフみたいな、そんなレベルで誤差、ですけど、キーパーなかなかね、コインはかけれにくい、っていう風な中で、サールではなくって、シュマイケルかチェフという風な、ことになったと思いますね。で、センターバックですね。先ほどブランと誰かという話をしたんですけれども、キャンベルのところにリオ・ファーディナンドだったりとか、あとはデサイですね。こういう組み合わせが非常に多くって、1人だけかな、リオとデサイっていう、そういう組み合わせの方もおられました。ですけど、ほぼほぼブランと誰か、みたいな、そういう風なね、2センターバックの組み合わせに、なってました。で、そして、サイドバックかな、右サイドバック、カフーじゃなくって、センチュリオンズのサネッティ。ここは多分、やっぱりこう、サネッティももちろん全然値段の割には使えるっていう風なことで入れたのかと思いますけれども、やっぱカフーがちょっと高すぎてっていう風な、ことも、逆に言えるかという風に思いますね。スカットの900万という制限の中で、カフーはちょっと、100万ぐらい、するんで、で、サイドバックなんで、サイドバック重要ですけど、やっぱ前線とかにね、コインかけたいっていう方は、ここをね、サネッティとかにしてちょっと安くっていう、ところで、まず、次に、次いでは多分サネッティやったかなという風に思いますね。で、LB とか、もうザンブロッター一択でしたね。一択というか、ほぼほぼですね。で、そして、CM かな、ベロンですね。アビリーとかに変えて、ベロン、ですね。この人は新選手としてね、ダイナスティーズアイコンで出てきたんですけど、この人もめっちゃ安いです。安いから多分ここでちょっとコスト下げてっていう風なことだと、思います。で、結構ね、世界大会見てても重そうでした。本当に重そうで、この人たちやからなんかうまく使えてんやろうなって思いながら見てたんですけど、やっぱりね、トリベラのプラス、ここね、でかいと思いますね。世界大会でも、やっぱりね、この人のアウトカーブっていう風な部分で得点を決めていたりとか、結構してたんで、その中で、ベロンがやっぱり使われる理由としては、まず1個絶対アウトカーブのその魅力っていうのがあるという風に思いますね。で、能力見てもロングシュートとカーブ値高いんで、
よりこうアウトカーブが入りやすくなってるというか、全然売ってもいいレベルになってるんじゃないかなという風なところで、安くってコストも抑えれてっていうところでベロンはかなり良かったのかなという風に思いますね。で、そしてあとはソクラテスですね。これもアビリとか、あとはサワーさんとかに変えてかな、ソクラテスを、入れていた方もおられました。ほぼほぼただスタメンっていう人も1人2人いましたけど、ベンチからの登場が結構多かったかなというふうに思いますね。で、あとはバーンズですね。バーンズはリベリーに変えて、バーンズとかが多かったかなというふうに思いますね。特にやっぱりジャイル・ジーニョとかチャールトンとか入れてる人はここで多分もう500万ぐらい使うことになるんで、リベリー入れたら600万とかなるんで、そういう風なところでコスト面も考えてバーンズをスタメン起用でっていう風なところで、入れてる方もおられました。ちょっと自分自身はバーンズよく使ってたというか、もう349試合も使ってるんで、ちょっと世界大会出てきてて嬉しいですね。普通に点も決めてはりましたね。よかった。よかった、バーンズは。で、あとはフィーゴかな。チャールトンに変えてフィーゴとか、そういう風な部分で、この人もチャールトンと比べると、どうしてもやっぱり値段は、安くはなってしまうので、その中でコストをちょっと抑えるという風な部分で、フィーゴが使われていたのかなという風に思いますね。で、あとはジョージベストですね。ジャイルのところにベストっていう風な部分で、ここもぐっと値段をね、抑えれるっていう風なところもあるとは思いますけど、ベストも十分強いんで、自分自身は、ベスト使っていた時は、点普通に決めてくれるなっていう風なところと、冷静さが高いし、決定力も高いんで、それ決めてくれるかっていうね、シーンもあったんで、普通にやっぱり使えるっていう風な部分もありきで、多分選んでるという風に思いますね。で、あとはカントナですね。エウゼのところにカントナ、サンダーストラックのカントナだったりとか、あとは普通にベースの、ベースアイコンのカントナを使っている方もおられましたね。ただグループを今現状2位で折り返した方はこのカウントナをエースに、して点をバンバン決めて、ましたね。やっぱ決定力と、あとは球際の強さかな。フラスルとかで、こう相手のセンターバックとかと五分五分になっても弾き飛ばしてカウントナがいっても1対1決めるみたいな、そうやっぱでかさっていう風な部分と理不尽さっていうところが本当に垣間見える選手にはなるので、カントナなというふうに思いましたね。で、あとはですね、プスカシュかな。プスカシュ。ここもプスカシュ1人ぐらいだったかな、っていうふうに思うんですけど、プスカシュも一応左利きのね、アタッカーとしてはかなり優秀ですし、あとはアウトカーブかな。ペナルティエリア外からボーンって決めた、シーンとかもあったんで、もちろんこの人も理不尽さを感じる選手として ST に、使われてましたね。で、あとはですね、ガリンシャかな。ガリンシャ。ジャイルのところにガリンシャっていう風な、ところで、少し値段安く、かつ強くという風なところで入れてはった人が、いたかなという風に思いますね。という感じで、こちらが FC プロオープンウィーク3で使われていた選手たちになります。やはりね、900万という、制限がある中でいくと、本当に強いというか、本当にもうより根が張ってるロナウジーニョとか、R9 とか、マルディンとか、そこら辺の選手は入れれないんですけれども、ただ、制限が限られた中で、まだ全然使えるよ。世界大会に出しても十分だよねっていうアイコンの選手たちが、このような選手たちにはなるのかなというふうには思うので、ぜひちょっと少しでもね、参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。